のささやきの朗読や深夜1時を少し回った頃だった。コンビニの駐車場はやけに静かで、白い蛍光灯の光だけが浮いて見えていた。昼間なら気にならないはずのその明るさが、周りの暗さを余計に強く感じさせる。俺と拓也は入り口の横、灰皿の近くで缶コーヒーを飲みながら、どうでもいい話をしていた。仕事の愚痴とか、最近見た動画とか、いつもと何も変わらない、ただの夜。自動ドアが開くたびに、店内の音が外に漏れてくる。レジの電子音と、店員の、いらっしゃいませ。その聞き慣れたはずの音に混じって、一瞬だけ妙な音がした。水が、どこか揺れるような音。それはほんの一瞬だったし、意識していなければ気づかない程度のものだったけれど、なぜか妙に耳に残った。近くに川なんてないはずなのに、と思いながらも、結局は気のせいだろうと片付けて、俺はそのまま会話に戻ろうとした。その時だった。拓也が不意に口を開いた。なあ、赤い橋って知ってるか？急に話題が変わったせいで、一瞬だけ間が空いた。俺は缶コーヒーを持ったまま、少しだけ考えてから答えた。赤い橋？ああ、なんか聞いたことある気はする。はっきりと思い出せないまま、曖昧に返すと、拓也は小さくうなずいて、少しだけ声のトーンを落とした。山の方にあるやつ、自殺スポットで有名なとこ。その言い方が妙に現実味を帯びていて、さっきまでの軽い空気がほんの少しだけ変わった。ああ、それか、と今度ははっきりと思い出した。確か、深夜2時を過ぎると、必ず誰かが飛び込む、みたいな話がついて回る場所だ。最初は、できすぎている話だな、って、当時も思った記憶がある。それがどうしたんだよ。軽く笑いながら返したつもりだったけれど、思ったより声が乾いていた。拓也は、それに気づいているのか、いないのか、気にした様子もなく話を続けた。いやな、生きて帰ってきたってやつがいるらしくってさ。へえ、生きて帰ってきた？俺が少しだけ興味が湧いて聞き返すと、拓也は、そうなんだよ、と短く答えてから、ほんのわずかに間を置いた。そいつが言うにはさ、そこで一度視線がこっちに向く。橋の下から白い手が出てくるんだって。その言葉を聞いた瞬間、なぜか背中にうっすらとした違和感が走った。怖い話としてはよくあるはずなのに、うまく笑えなかった。んで、その手がさ、拓也は右手を軽く持ち上げて、指をゆっくりと曲げた。まるで誰かを呼ぶみたいに。こうやって、来いってするらしいんだよ。その動きを見たとき、さっきの音がまた頭の中で再生された。水の音。揺れるような音。その手に呼ばれると、そのまま飛び込んでしまうらしいんだ。冗談だろ、って言うつもりだった。いつもなら絶対にそう言ってた。でもその日はなぜか言葉が出てこなかった。代わりに妙な感覚だけが残る。さっきから聞こえている気がしているあの水の音。気のせいのはずなのに、どこか現実味を帯びてきている。んでさ、
今から行ってみない？その一言で本来なら、は？って笑うところなのに、なぜかほんの少しだけ迷いが生まれた。怖いとかではない。理由はわからないけれど、ただ気になると思ってしまった。まあいいけど。俺は気づけばそう答えていた。自分でもなんで了承してしまったのかよくわからなかった。その瞬間、自動ドアがまた開いた。レジの音と、いらっしゃいませ。そしてその奥で、今度ははっきりと水の音がした。さっきよりも近く、重く、ゆっくりと。まるで水の中で誰かが手を動かしているような、そんな音だった。コンビニを出てから赤い橋までは車で20分もかからなかったはずなのに、その道のりは妙に長く感じられた。最初のうちはいつも通りで、拓也もラジオを適当に流しながら、さっきの話の続きでもするのかと思っていた。けれど、気づけばお互いほとんど口を開かなくなっていて、車内にはエンジン音と途切れがちなラジオのノイズだけが残っていた。山の方に入っていくにつれて、街灯は少しずつ減っていき、窓の外は暗闇が広がっていく。その途中で一度だけ妙なことがあった。同じカーブをさっきも曲がった気がしたんだ。見覚えのあるガードレール、同じ角度の標識。一瞬嫌な感覚が走ったけど、ナビは何もおかしな表情をしていないし、拓也も特に気にしていない様子だったから、俺はそれ以上何も言わなかった。ただ、その頃からだったと思う。さっきコンビニで聞いたあの水の音が、頭の奥でずっと鳴り続けているような、そんな気がしていた。やがて車が減速して、拓也が小さく、ここだな、とつぶやいた。フロントガラスの向こうに街灯に照らされた赤が浮かび上がった。それが例の橋だった。想像していたよりも古くて、塗装はところどころ剥げ、赤というよりかは黒ずんだ色に近かった。遠目でもわかるくらい、長い年月を経ているのが見て取れた。車を降りた瞬間、妙なことに気づく。それは静かすぎるんだ。山の中なら普通は虫の声くらいは聞こえるはずなのに、それが全くない。風も吹いていない。音と呼べるものはただ一つ。川の音だけだった。それもやけに近く、やけに大きい。まるで橋のすぐ下で水が暴れているみたいな音。なんか静かすぎないか？俺が思わずそう口にすると、拓也は軽く周りを見渡してから肩をすくめた。いや、こんなもんじゃない？山だし。あっさりとした返事だった。でも、その言い方が妙に現実的で、逆に自分の感じている違和感の方が浮いている気がして、俺はそれ以上何も言えなくなった。橋の上に足を踏み入れる。コンクリートの感触と古い鉄の匂い。そして欄干に手をかけた瞬間、指先にじっとりとした感触が伝わった。濡れている。雨なんて降っていないのに、まるでさっきまで水に浸かっていたみたいに冷たく湿っているんだ。なあ、これ。振り返りかけて言葉が止まった。その時、視界の端で何かが動いた気がした。俺は反射的に橋の下へ視線を落とした。川の水面が街灯の光を受けてわずかに揺れているはずだった。一瞬だけそれが水に見えなかった。光を反射しているんではなくて、むしろ吸い込んでいるみたいに、そこの見えない黒い塊のように見えていたんだ。
次の瞬間には普通の川に戻っている。なあ、今の。俺は思わずつぶやいた。ん？拓也が横から覗き込んだ。いや、なんでもない。そう言いながらも胸の奥に引っかかるものが残った。見間違い、そう思おうとしても妙に現実味があった。その時だった。あ！俺の声が小さく漏れる。橋の下、暗がりの中で何かが動いたんだ。はっきりとした形は見えなかったけれど、それは確かにそこにいた。細長い白っぽいもの。それが水の中から引っ込むように消えた。今、なんかいたよな。俺が思わず言う。けれど、拓也は眉を潜めるだけだった。はあ？何が？いや、なんか手みたいな。俺はそう言いながら自分でも曖昧すぎると思った。拓也は少し黙ってからもう一度橋の下を覗き込んだ。いや、何もいねえけど。その言葉を聞いた瞬間、背中が冷たくなった。見えているのは俺だけだった。なぜか理由はわからないけれど、それだけははっきりと理解できた。その時不意にスマホの画面が目に入った。時間は深夜2時。それはピタリと切り替わったところだった。同時に川の音が変わる。さっきまでの流れる音ではない。もっと重くて粘りつくような音。水の中で何かが動いている音。パシャッとはっきりと聞こえた。そして次の瞬間、橋の下、暗闇の中から白い手がゆっくりと伸びてきた。橋の下から伸びてきたそれは確かに手に見えた。けれど、よく見るほどに違和感が増していく。指の長さが揃っていない。関節の向きもどこかおかしい。水の中から出てきているはずなのに、水滴が一つも落ちなかった。それでも、それはゆっくりと確実に、こっちへ来い、とでも言うように指を曲げていた。おい！拓也の声が少し遠くに聞こえる。すぐ隣にいるはずなのに、妙に距離があるみたいに感じた。視線が外せなかった。怖いはずなのに、本能的には見ちゃいけないと分かっているのに、それでも目が離れない。むしろ近づきたくなるんだ。一歩、俺は気がつけば足が前に出ていた。おい、どこ行くんだよ。拓也が何かを言っている。でも、その声はもうほとんど頭に入ってこなかった。代わりに別の感覚が流れ込んでくる。言葉ではない。けれど、はっきりと意味だけが理解できた。お前は知っているだろ。その瞬間頭の奥で何かが弾けた。視界が一瞬だけ揺れる。橋の下を覗き込んだ。小さい頃の記憶。高い場所から水面を見下ろしてふと思ったこと。落ちたらどうなるんだろう。あの時の感覚が鮮明によみがえる。胸の奥が妙に静かになった。怖さじゃない。むしろその逆で不自然なほどの安心感。気がつけばもう一歩、欄干のすぐ手前まで来ていた。川を見る。今度ははっきりとわかる。あれは水ではない。光を反射しているわけではない。全部黒い。底がないどころか、奥行きそのものが存在しないみたいな黒。その中から手が伸びている。一本だけではない。二本、三本、気がつけばいくつも。全部が同じ動きで、同じ速度で、
同じようにこちらへ手招きしている。パシャッ、パシャッと水の音がやけに近い。いや、違う。もうすぐ下まで来ているんだ。欄干に手をかける。冷たい、濡れている。それはまるで水の中に手を入れたみたいな、そんな感触だった。そのまま体を乗り出した。距離の感覚がおかしい。さっきまで遠かったはずの下がすぐそこにある気がする。手が届く、あの白い手に。その瞬間、おい！拓也の怒鳴る声が頭の中に入ってきた。同時に肩を強く引かれた。視界がぶれる。体が後ろに引き戻される。何やってんだお前！荒い息と一緒に現実の音が一気に戻ってきた。足元がふらついてその場に崩れそうになるのを拓也が無理やり支えた。自分でも何をしていたのかわからなかった。ただ胸の奥に残っていたはずのあの安心感だけが一気に消えて、代わりに冷たい恐怖が広がっていく。見ろよ。その声はさっきまでとは違って明らかに緊張していた。それ、手に見えてんのか？え？もう一度橋の下を見る。黒い水。その中から伸びる白い。ちげえよ。拓也がはっきりと言った。それ、手じゃねえよ。一瞬意味がわからなかった。よく見ろ。そう言われてもう一度目を凝らした。黒の中で動いているそれを必死に見る。すると気づいてしまった。あの動き、指を曲げているんではない。あれは何かを掴もうとして必死にもがいている動きだったんだ。落ちる瞬間、助かろうとして空をかくて。あれってもしかして。声が震える。全部落ちた奴らの動きなのかな。最後にやった動きがそのまま残っているだけだ。拓也の言葉が妙にはっきりと頭に入ってくる。ぞっとした。じゃあさっきまで俺が見ていた手招きは助けを求めている動きだったのか。それを俺が勝手に呼ばれていると解釈していただけ。お前さっき。拓也が俺の腕を掴んだまま言う。同じ動きをしてたぞ。全身の血が引いた。お前は自分から手伸ばしてた。その言葉と同時に頭の中にさっきの自分の姿が浮かんだ。欄干に手をかけて身を乗り出して、あの黒の中に手を伸ばしていた。まるで最初からそこに行く側だったみたいに。それ、お前じゃないからな。拓也が叫んだ。その一言で何かが切れた。視界が一瞬暗くなって橋の上に座り込んでいた。荒い呼吸だけが残っている。俺は恐る恐るもう一度だけ下を見る。黒い水はもうただの川に戻っていた。ただ街灯の光が揺れる水面に一瞬だけ俺と同じ姿の影が映った気がした。帰りの車の中、俺はほとんど何も話せなかった。頭がうまく回らなくて、さっきのことを整理しようとしても途中で思考が止まる。拓也も珍しく黙ったまま運転していた。だけどしばらくしてからぽつりと口を開いた。多分あそこさ。前を見たまま低い声で言う。死ぬ瞬間の動きが残る場所なんだよ。返事はできなかった。ただ黙って聞くしかなかった。
で、それ見たやつがさ、少しだけ間が空いた。勝手に意味つけるんだよ。呼ばれてるって。あの手招き、あれは誘っていたんではない。助かろうとしていただけ。それを俺が。なあ。気づけば拓也の声が少しだけ近くなった。お前さ、もう一回やってたぞ。一瞬何のことかわからなかった。コンビニで。その言葉で背筋が凍った。さっき話してる時な。ハンドルを握ったまま拓也が続けた。お前無意識に。ゆっくりと指を曲げる仕草をした。来いってやってたぞ。その瞬間頭の奥であの水の音がまた聞こえた気がした。これは俺の友人の話だ。高柳っていうやつで、普段は怪談師をやっているんだけれど、正直まだ全然売れてなくってさ、月に稼げても多い時で10万いくかっていうところで、普段はもっと少なかった。ライブだの、配信だのを細々続けてはいるけど、それだけではどうしても生活は回らなくて、バイトも長続きしないような、まあギリギリの状態のやつだった。で、そんな生活を続けていたせいで、ついに家賃が払えなくなって部屋を追い出されたんだ。その時にはもう完全に家なしで、知り合いの家を転々としているようなそんな状態だった。そんなタイミングで、ある日そいつが俺の家に来てさ、今日ちょっと酒飲ましてくんない？なんて言うから、コンビニで酒とつまみを買って、二人でダラダラ飲み始めたんだ。時間もだいぶ遅くなってきて、最初は仕事の愚痴とか、どうでもいい話をしていたんだけれど、そのうち話題も途切れてきて、自然と、これからどうすんの？みたいな話になっていってさ。そしてその流れで、高柳が少し笑いながら、でもどこか本気っぽい顔でこっちを見てきて、グラスを軽く揺らしながら、こう言ったんだ。いやもうさ、正直どこでもいいからさ、安いとこない？マジで住めりゃいいんだよ。ネカフェよりマシならさ。冗談っぽく聞こえる言い方ではあったけれど、目は割と本気だった。ああ、こいつは本当に切羽詰まってるんだなって、その時ちょっと思ったんだ。それで俺も軽い気持ちで返したんだ。まあ安いだけなら、あるにはあるんだけどね、一個。そう言った瞬間、高柳がグラスを持ったまま少し前のめりになってさ、さっきまでのだるそうな雰囲気が嘘みたいに食いついてきたんだよ。え？いくら？てか場所どこ？すぐに住めたりする？その勢いにちょっと笑いそうになりながらも、同時に、ああ、これ言うべきじゃないかもなって、ほんの一瞬だけ引っかかったんだ。ただまあ、その時は酒も入っていたし、そこまで深く考えずに続けちゃったんだ。いやー、値段は普通じゃありえないくらい安いよ。多分お前でも余裕でいける。そこまで言うと、高柳は嬉しそうに笑って、すぐにこう返してきた。最高じゃん。で、何？それ訳あり？その聞き方が、いかにもそういうの待ってましたっていう感じだった。こいつの中では、怖い話イコールネタでしかないんだよなって、その時改めて思った。だから俺も少しだけ言い方を濁しながらこう続けたんだ。出るっていうかさ、なんていうかな。
そこで一回だけ間を置いて、グラスを傾けながらできるだけ軽く言った。そこのアパート、自殺スポットって言われてるんだよね。その言葉を聞いた瞬間、高柳は一瞬黙ってさ。でも次の瞬間には、むしろ楽しそうに笑っていたんだ。最高じゃん、それ。そう言ってから少し身を乗り出してきて、さっきよりもずっと興味ありげな声で、こう聞いてきたんだよ。で、どういう話？詳しく聞かせてくれよ。あの時、やめておけばよかったんだけどな。俺、そのまま全部話しちゃったんだよ。あいつにあの話をした数日後、高柳から連絡が来た。部屋決まったわ。電話越しの声はやけに明るくて、嫌な予感はしたけれど、聞かなくても分かっていた。あの部屋か？そう聞くと少し間があってから、軽く笑うような声でこう返してきた。そうそう、例のやつ。いやー、マジで安すぎて逆に怖いわ。その言い方が妙に引っかかったんだよね。でもまあこいつのことだし、止めたところで聞くようなやつでもない。やめとけって言ったろ。一応そう言ったけれど、高柳はあっさりと流した。大丈夫だって。むしろネタになるだろこれ。7日間で死ぬ部屋とかさ、最高じゃん。その時はまだ本当に軽い感じだった。最初の2日くらいまでは。数日後にまたあいつから連絡が来た。今度は電話ではなくてメッセージだった。普通にいい部屋だわ。それだけ。拍子抜けするくらい何もない報告でさ。むしろちょっと安心したくらいだった。そしてその日の夜、また追加で連絡が来た。てかさ、寝室だけちょっと湿気やばい。軽いノリで書いてあったけど、内容だけは妙に気持ち悪くてさ。他は？って返したら、すぐに帰ってきた。他は全然、リビングとか普通。寝室だけなんかジメッとしてる。俺はその時点でちょっとだけ嫌な感じはしていたんだ。そしてそれから1日置いて今度は電話が来た。電話に出ると少し間があってから高柳がボソッと言うんだよ。なあ、ちょっと変なこと言っていい？声のトーンが少しだけ低かった。何？そう返すとあいつは少し迷ったみたいに黙ってから小さく笑ってごまかすように言ったんだ。いや、別に大したことじゃないんだけどさ。寝ているときさ、なんか体が重いんだよ。で、朝起きると服がちょっと湿ってんの。笑いながら言っているんだけれど、内容だけ聞くと全然笑えなかった。汗じゃないの？俺がそう言うとすぐに帰ってきた。いや、それがさ。ここで少し間が空いた。電話越しに妙な静けさがあったんだよ。なんか、水っぽいんだよな。その一言で空気が変わった気がした。それでもあいつは最後まであの軽い感じを崩さなかった。まあ、ネタとしては当たりだわこれ。そう言って笑って電話は切れた。そしてその次の連絡が来たのは4日目だった。夢見るようになった。それだけが送られてきて少ししてからまた続きが来た。井戸の中にいる夢。落ちるんではなくて最初からそこに立っている。でさ、上から誰かが覗いてくるんだよ。その文章を見たときに背中がゾワッとしたのを覚えている。あいつにしたら
それすらネタの一部だったのかもしれない。でもなんとなく、あの部屋の話とつながりすぎていた。その日の夜、もう一度だけ電話が来た。出た瞬間、変な違和感があったんだよな。もしもしって言っているのに、声が少し遅れて聞こえるというか、ほんのわずかだけくぐもっている感じがしたんだ。なあ。高柳が少し低い声で言った。これさ、マジで当たりかもしれん。だけどその言い方が前と少し違った。テンションが高いわけでもなくて、ただ妙に落ち着いているんだ。何がだよ。静かなんだよ、この部屋。ほんと何もない。その言葉に理由のない違和感を覚えた。何もないはずなのに何かを隠しているような言い方だったんだ。その後少し沈黙があって、最後にぽつりとこう言ったんだ。これ、いいネタになるわ。そして、その直後に電話の向こうで、ぽちゃんって小さく水の音がした気がした。気のせいかもしれないけど。そしてそのまま通話は切れて、そしてそれ以降、その日はもう連絡は来なかった。その電話の後、どうにも嫌な感じが残ってさ、結局その日のうちに、もう一回だけこちらから電話をしたんだけど、高柳は出なかったんだ。まあ、寝ているだけかもしれないし、とそう思って、その日はそのままにしたんだ。それで次の日、朝になっても連絡がなくて、なんとなく落ち着かなくてさ。気づいたら俺はあのアパートに向かっていたんだ。場所は前に聞いていたから分かっていたし、正直確認しに行くだけのつもりだったんだよ。ただ着いた瞬間に、ちょっと空気が違うのは分かった。別に古いわけでもない。普通のアパートなんだけど、なぜか妙に静かで、音が吸われるみたいな感じがしたんだ。それで階段上がって、例の部屋の前まで行った時に、ちょうど隣の部屋の人が出てきてさ、向こうもこっちに気づいたらしく、少し驚いた顔をしてから、様子を伺うように、こう聞いてきたんだ。あの部屋の方ですか？その言い方が、なんとなく引っかかったんだ。ああ、あいつの友人です。って答えると、その人少しだけ間を置いてから、小さくうなずいて。昨日あたりから静かすぎるんですよ。そこまで言って言葉を濁した。大丈夫ですかね。その一言で嫌な予感がはっきりとした。ちょっと見てきます。って言って、そのまま部屋の前に立ったんだ。だけどノックしても反応がなかった。でも、鍵はかかっていなかった。ゆっくりとドアを開けたら、中は普通だった。生活感もあるし、特に荒れている様子もない。ただ、妙に静かだった。音がないっていうより、何かが抑え込まれているみたいな静けさでさ。そのまま奥に進んで、寝室の前に来た時に、足元の感触が少しだけおかしかった。柔らかいっていうか、わずかに沈む感じがしたんだよ。そしてそこで俺は一瞬止まった。で、もう引き返せなくってさ、そのまま扉を開けた。中は暗くて、カーテンも閉まったまま。そしてその中央に高柳が立っていた。こっちに背を向けたまま、じっと動かなかった。おい、高柳？俺が声をかけると、ゆっくりと振り返った。顔は普通だった。普通にいつもの高柳で、ただ、目だけが妙に落ち着いていた。なんだよ、来たのか。そう言って少し笑うんだよ。
その様子があまりにも普通で、逆に違和感があってさ。大丈夫かお前。そう聞くと、あいつはあっさりと答えた。何もないって言っただろ。その言葉と同時に足元からじわっと音がした。水ではない、もっと鈍い沈むような音だった。そして俺は見た瞬間、わかったんだよ。床が沈んでいたんだ。いや、違う。沈んでいるんではなくて、引きずり込まれているんだ。高柳の足元がゆっくりと下に落ちていく。なのにあいつ、抵抗しないんだよ。ただ納得したみたいな顔で、小さくこう言ったんだ。ああ、そっちだったのか。そのまま、膝まで、腰まで、音もなく沈んでいって、最後にこっちを見て、こっち、最初から空いていたんだな。そう言って、完全に消えたんだ。その瞬間、部屋の空気が戻った気がした。そして俺はもう、そのまま逃げたよ。後ろも振り返らずに、そのアパートを出た。それで数日後、警察から連絡が来た。高柳は、あの部屋で発見されたらしい。寝室で、仰向けで、全身びしょ濡れの状態で。でも、部屋には水なんて一切なくて、布団も床も乾いたままだった。それで、検視の結果なんだけど、警察が妙なことを言ってさ、肺に水が入っていないんですよ。そう言ったんだ。つまり、溺れたわけではない。なのに顔だけが溺れた人間のそれだったらしい。俺はそれを聞いたとき、思い出したんだよ。あいつが言っていたこと。井戸の底に最初から立っている夢。上から誰かが覗いてくる話。多分さ、あの部屋、7日間耐えると死ぬんじゃないんだ。7日間であっちに立つ場所が決まるんだよ。だから今もあそこにはまだ空いている場所があるのかもしれない。